はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2026年の後半をお伝えしようと思ったんですが、その前にやはりこの夏をどう超えるのかっていうところに注目して、7月8月9月の全体運とお仕事運、そして恋愛運や人間関係という4つのテーマに関して見てみたいと思います。一つずつカードを引いていきますので、ちょっと長くなってしまうかもしれないんですけれども、タイムスタンプ用意しておきますので、できたら最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは行きましょう。まずは、全体運からいきますね。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。まず全体運です。ソードのナイト逆、カップの7、ジャスティスの逆、ペンタクルスの2、カップ5の逆、ワンドの10、そしてペンタクルス3の逆ですね。はい、気をつけることや対策が太陽の逆とペンタクルスのナイト、そしてオラクルはワンドの9の逆ですね。なるほど。ちょっとまず星の補足説明させてください。その12星座共通の方でお話ししたのは、今年の後半から来年の前半にかけては獅子座のエネルギーが強くなるので、みんながこう自己表現したくなるとか、こう自分らしくいようみたいな流れがあるんですけれども、ヤギ座さんの場合はそれを表でなんかすごく華やかにやるというよりは、内側の充足感とか満足感とか安心感みたいなところに一番焦点が当たってると思っておいてください。なのでそれはもう今年の後半から来年の前半までなんですけども、例えばですが、パートナーとの絆がすごく深くなるとか、信頼関係がとっても深くなって構築していくことができるっていうこともあります。これは特に今年の前半とかは誰と関わるんですかとか、誰とつながりますかみたいなご縁が強かったので、そこで知り合った人たちとさらに深くもっと信頼を高めましょうということもあれば、もっと深く彼らをサポートしましょうとか、サポートしてもらうということもあります。でこれはちょっと見えないエネルギーなんですね。表面じゃないその奥のエネルギーなので、その形としてっていうよりは本当に思いやりとか信頼っていうところで築き上げていくことになります。でまたこれってちょっと先祖とか親のこととかっていうのもあったりするので、昔のそのおじいちゃんとかおばあちゃんとか先祖が残してくれた自分たちへの愛情を受け取る、何かそれを形で受け取るということで、基本的には遺産とかそういった保険金とか投資のお金っていうお金が巡り巡って入ってくるみたいな、そういう運もあったりするんですね。それが実際本当に遺産とかを何かの形でもらう方もいれば、思いやりとかその優しさとか愛情っていうことで巡り巡ってくる、今やっと受け取れる親の真実、愛を分かるみたいな、そういうこともあるかもしれないし、本当にそういうね、それが本当に現実のパートナーとの関係なのか、実際のパートナーじゃなくてももっと深いところの奥にあるその親とか先祖とかからの思いなのかっていう、何かそういうのがつながるっていう時なんですよね。でこれが現実で言うとすごくベタな例で言うと、さっき言ったそのお金のこと、保険のことどうしようかなとか、ローンのことどうしようかなっていうことも結構クローズアップして、この機会にローンの組み替えをしましょうとか、そういうのもあります。でもこれってその日常生活を安心して過ごすためにお金のことをなんとかするってことなんですね。なので借り入れがうまくいきました。これでやっとこういう返済計画で事業がやっていけるなとか、経済やっていけるなっていう見通しが立つとか、そういうのもあります。それかもしくは配偶者のその収入が増えて少しゆとりができるってこともあるかもしれませんし、なんせ援助やサポートを受けやすいってことなんですね。でもう一つはスピリチュアルなこととか心理学とかこういった占星術とかもそうなんですけど、そういう目に見えないものに対しての興味が湧く。目に見える形とか成果だけじゃなくて、もっと深い何か真実っていうものがあるんじゃないかなとか、本当に人の心理だったりとかね、占いもそうですし、スピリチュアルなこと、目に見えないことに対しての関心が強くなるってこともあります。
それゆえにご自身がなんかセラピーを受けたりとかなんかワークを受けたりっていうこともあるかもしれませんね。要するに本当にね、この時期は何が起こってるかっていうと、自分の内側にある恐れを手放していきましょうみたいな、でそれに対してのサポートがたくさん来てる時なんですね。その今自分の家庭の中とか家の中とかをどうやって整えていくかっていうことがすごくテーマになっているので、それに対しての見えないところからのサポートが来てるってことなんです。でとってもこれはそのワークとかセラピーとかもね、深い領域を癒せる、例えばインナーチャイルドだったりとか、その、いわゆる前世療法みたいなそういうものかもしれないし、なんか深いところがお掃除されるのかなって感じがします。そしてまたもう一つ、さっき言った誰とつながるんですかって言った時に、その実際は性とかその誰かともっと深い関係になるとか、そういうのもあったりしますので、例えばですけどバレたくない関係とかそういうのも結構表に出ちゃいやすかったりするので、複数の方とお付き合いされてますよっていう方だったらちょっとそういうことが出やすいので注意かなっていうのはありますね。要するに死とかね、再生とか目に見えないところが非常に強調されています。そこに何か発展があるっていうことなんです。それなぜかって言ったら、ご自身が安心して暮らしていくための恩恵としてあるっていうことを覚えておいてくださいね。でその上でこのカードを見た時に、やはりご自身がこれまでめちゃくちゃ頑張っていたことや走ってきたことも、すごく情熱を傾けていたことに関してはちょっとペースがスローになるなっていう感じなんです。これまでのようにがむしゃらにできないっていうか、やりたくないみたいな感じがあり、悪いことではないんですよ。これは目標やモチベーションやなんかもうとにかく目的が変わるって感じかな。これまでは数打てば当たるみたいな、とにかくがむしゃらに頑張るってやっていたのが、なんかちょっと待ってって、そんなにたくさんなくてもいいかもしれない、自分にはこれとこれがあればいいんじゃないみたいな感じで、本当に大事なものを自分で厳選してそれを手にしていくような動きになっていくんだなと思うんです。そしてやっぱり何か親のこととか、家計のこととか親のこととか、そういうちょっと棚上げにしていた問題を今向き合っていく、この夏特に向き合っていくのかなっていう感じがします。そのさっき言ったね、見えないものが強調されるよっていうのは、実際は来年の夏まである1年かけてのテーマなんですけど、特にこの夏っていうのでいくと8月が皆既日食があるんです。でこの皆既日食が特にここからの1年を示すテーマのピンポイントとして何かあるんじゃないかなと思うので、7月は応援されてます。いろんな面で応援されてます。で8月にその流れのままにその何を調整していくのか、自分がどこに向かうのかっていうのが見えてくるよってことなんですね。その上でもしかしたらちょっと今まで避けていた親との対話だったりとか、何か整理したりっていうことも出てくるのかもしれません。少し気が重いと思うかもしれませんが、実際はそれに向かうことによってものすごくすっきりしますので、とてもそこを応援されてますね。なんか実際はやることがたくさんあるのかなっていう感じがします。そこに何かに目を向けようとすると途端にやることがたくさん増えるみたいな感じかもしれません。例えばさっき私心理学とかスピリチュアルなこととかそういうことにも興味が出てきますよって言ったんですが、じゃあそれをはいやりますって言って勉強して終わりじゃなくて、心理学もスピリチュアルもじゃあやってみようかなって扉を開けたらその先がものすごく深かったみたいな感じで、どこまでも自分を見ていかなきゃいけないし、こんなところもあんなところもみたいな形でとても広がる。なのでもっと勉強したいことが増えるとか、もっと理解したいことが増えるとか、もっと今の自分を認めてあげたいとかっていうことで、なんか一つの扉開けたらわーっと広がるみたいな、そんな感じかもしれません。だけど一人で頑張るというよりも必ずサポーターがいると思います。ここにも専門家っていうのが出てきていて、何かのその自分が進んでいきたい道に対してのサポートをしてくれる人、助言をしてくれる人がいる。でこれは自分自身の人生のことだけじゃなくて、お仕事でもそうだと思います。後で仕事のこと見ますけどね、何か特殊なというか特別な才能があるとか、専門家の方々と話しながら一人で解決するというよりは、相談して決めていくっていう感じです。誰かに相談してとてもなんていうかな、ここから携わっていくっていうことが普段自分はやってることじゃなくて、ちょっと棚上げにしていつかって思っていたことだから、あまり経験がないわけです。でもそれに関してはそれのエキスパートがいるから、その人たちに助けてもらえるよってことなんですね。
そしてやっぱオラクルが言われているのがね、ワンドの9の逆なので、あまり短期戦ではないっていう感じがします。この夏っていうのでいくと、もう早く終わらせたいとか、特に夏とかだったらお盆の間にとか思うかもしれないんですけど、ゆっくりとできる範囲で携わっていけばいいですよっていうメッセージだなと思ったんです。なぜかっていうと、ここでもね、ゆっくりでいいんですよって、そんなに畑はいきなり耕していきなり実がなるわけじゃなくて、やっぱりじっくり耕して根を植えて、そこから育つ期間があって、また天候の影響もあって刈り入れまでは時間をかけましょうみたいな感じがあるので、ちゃんとそれは応援されてるんですね。太陽というのはもうまさに恵みの光です。それがヤギ座さんに届いています。なので今やるべきことをしっかり照らされていると思って、無理なく進めていってくださいっていう感じがしました。でとてもいろんなことがなんか出てくるみたいで、とにかくね、表面じゃないんですよ。裏方のエネルギーが非常に整えられるので、裏方っていっぱいあるじゃないですか。さっき言ったローンのこともお金のこともあるし、自分が密かに思っていたコンプレックスとかもあるし、なんか勉強したいこともあるし、誰かとの関係とか、なんかそういう目に見えないところのことを本当にとてもきれいにして心を整えていくよっていうのが一番のテーマですね。この夏の。ちょっとこれ置いといて、お仕事のこと見てみます。ちょっと仕事見てみますね。はい、じゃあ見てみましょう。お仕事です。カップの7、さっきも出てましたね。カップクイーン逆、タワーの逆、太陽、ソードの2の逆、そしてペンタクルスクイーン逆、そしてソードの4逆ですね。気をつけることや対策がワンドの7とソードのキングとオラクルはじゃん、ソード10の逆ですね。お仕事では何らかの変化がすでにあるんじゃないでしょうか。ここに至るまでの間に。でそしておそらく皆さんがすでにもうこうしたいなって思う道筋があるんじゃないでしょうか。お仕事に関してはもうタワーからの太陽なので、何かはっきりと自分の中でひらめいたとか、もうこれはもう違うんだとか、何かやろうと思ったけど中止になったとか、なんかそういうのがあって、でも今すごく満たされているというか応援されている。なのでお仕事に関しては新しい道だったりとか新しいやり方っていうものがおそらく提示されていると思うんですね。でそれをおそらくですけどヤギ座の皆さんすでに感じているはずだと思うんです。ただもちろん頭の中はごちゃごちゃ考えますよ。いややっぱこういうことなのかな、いやでもなとかいろいろ思うと思うんです。ここでもいろんな可能性を考えているので。だけどそして今考えてるってことは、思いついてることって自分が弱ってるからなのかなとか、もう自分が迷走してるからいろんなこと考えちゃうのかなと思うかもしれないんですけど、もうこれは今もう特に夏からっていうのは見えないところからサポートされる時なんですね。なので何らかの形で仕事のやり方もあり方も変わってくると思います。でそしてそれをするのが怖いという感覚もあるかもしれません。そんなことしたら仕事なくなっちゃうとか、もしくはそんなことをしたら多分私職場でなんかいられないみたいなこともあるかもっていうふうに想像して怖くなるかもしれないんですけど、実際はそんなことないんですよね。実際は夜が明けるよってことなんです。苦しい思いをしてなんとかごまかしてやっていくっていうことではなく、本当に自分が進むべき道、本当に自分がやるべきことに携わっていくように修正されていると思っておいてください。なので少しなんか条件が2つあるっていうか、王道はこうなんですけど、でもこっちの道で行こうかな、こういうふうに交渉しようかなみたいな感じがあって、それはそれで交渉は受け入れられるという感じがします。ただ経済的にはなんか条件が変わることによって少しだけ収入が減るとかそういうのもあるんですけど、でも今この時っていうのは本当に外側の世界でガンガンに働いてガンガンに仕事してねっていうよりも、内側を整えましょうと、心地よく過ごせるようにしましょうということで、できるだけご自身を休んでほしいんですね。なのでもしかしたら今までやっていたお仕事っていうのはちょっと一時休止とか保留っていう形にして本来やるべきことに携わっていくのかもしれません。例えばこれ本当例えばの話ですけど、
どこかにねアルバイトに行かれてて、毎日少しでもお給料を得て、それで何とか生活していこうと思ってた時に突然家を売ることになったみたいな家を売ることになりましたってなったら、もう本当にてんやわんやじゃないですか。書類の手続きもそうだし、片付けもそうだし、あれはどうするのこれはどうするのみたいな、いろんなことを整えなければならない。だけど家を売るっていう行為自体が自分の人生の土台を整えることで、なおかつそれによってお金も入ってくるみたいなね。なので自分が今までのように働いて入ってくるっていう方法じゃない方法で入ってくるってことなんですね。なので今まで積み立てていた保険を解約してどうこうしようっていう方もいらっしゃるかもしれないし、仕事って自分の労力を出してその分もらうだけではないと思うんです。なんかこれまでとちょっと違うやり方になるのかなっていうのがカードが出てました。ただ補足としてね言われてるのが、どのようにお仕事を変えたとしてもあなたの立場は守られますっていうふうに言われてるんですね。それをしたからって本当に仕事のがなくなるということもないし、ただ自分に正直でいてくださいっていう感じがしました。今本当に仕事してる場合じゃないんですよっていうんだったらちょっと保留にしてもいいと思うし、一時的に収入が少し減ったとしても今本当に携わるべきことに携わっていたのであれば、それが結果としては恩恵となって返ってくるんですね。で今これはカードで見てそう思うんですけど、星で見てもお仕事っていうのは実は自分が収入を得るというよりも急がば回れみたいな形で肥やしておくとか、とにかく種をまいておくとか肥料を与えておくみたいな感じで誰かのためにやってあげる、縁の下の力持ちになるっていうのが実は一番いい時なんですよね。それがまたこの後また1年後とかにだんだん咲いてくるよねっていうことなので、力をもう 120% 出して頑張れますっていうよりも、いやいやもう 60% ぐらいでゆっくりといきましょうって感じがしました。はい、お仕事そんな感じですね。ではちょっと恋愛運見てみましょうかね。ラブメッセージ取る言いながら解いてなかったので、誰かとの関係性を見てみます。片思いでもいいですし、パートナーでもいいですし、とにかく誰かとの関係性を見てみますね。はい、じゃあ見てみましょう。お願いします。ソードのキング、ペンタクルスの4、ラバーズ逆とペンタクルス7の逆、そしてカップの4逆、カップの2、ペンタクルスの3の逆とソードの2、そして女帝の逆ですね。はい、今後の可能性としてはカップのクイーンということで、今見ている、人間関係においての、注意、特にパートナーシップにおいての注意なんですけれども、なんかねどちらもが建前で向き合ってるって感じがしますね。本音を出してぶつかるとかっていうよりも建前で綺麗に収めようみたいな感じがあって、それがなんとなくですけどちょっとだけ味気ないというかそっけないというか他人行儀というか、そういった感じに感じるのかもしれません。本当はもっと溶け合いたいのにって思うかもしれないんですけど、なんとなく相手の方は別のことで忙しいとか、何かを一生懸命学んでるんだって感じがして、その学んで自分の人生を肥やしていこうとしてる、ここから伸ばしていこうとしてるっていう、そのことに対して八木田さんはそのことにあまり興味がないっていう感じで、相手がやってることにあまり興味がなくて、早く終わらないかなみたいな感じで思っていて、もっと普通に一緒に楽しもうよみたいな、今この瞬間を楽しもうよって感じがするんですけど、相手の方っていうのはもうちょっとしっかりとした見通しが立たないと今この瞬間遊ぶ気になれないみたいな、そんな感じかもしれませんね。どちらかというとやっぱり相手の方に余裕がないって感じがします。八木田さんはつまんないなとか、もうちょっと向こうからのアプローチがあってもいいのになとか思いつつ、でもやっぱりこの人に対して甘えられる部分があったりとか、許せる部分があるから、やっぱ感情的にはこの人ともっと仲良くしたいし、これからも大切にしていきたいしということで、感情的には非常に相手のことを肯定してるし必要としてますね。
で相手の方が今その誰も必要としてないっていうか、こうどっちかというと自分の中を肥やしてるって感じがするので、そこがなんとなく釣れないなって感じ。でも感情がないわけじゃないんですよ。ただ相手の人がそうやって緩む瞬間があるのかって言ったら、今のところあんまりそんなに頻繁にないんだなって感じ。もうちょっと見てみますね。でも相手も時間さえできれば一緒に楽しみたいと思ってるよとか、時間さえもうちょっと余裕があれば、その余裕のある時は一緒に楽しみたい、遊びに行きたいとか思ってるんですけど、いつ余裕があるのって感じで、いつ休み取れるのみたいなそんな感じかもしれませんね。でその相手がそうやって一生懸命やってたりとか勉強したりとか何かで忙しいってしてることで、八木田さんはなんか自分に魅力がないのかなとか、自分に興味がないのかなみたいな感じで思っちゃうっていう感じ。それがちょっとこうそっけない感じに感じるのかもしれませんが、今メッセージとして言われているのは、そういう時もあるっていう感じ。そういう時もある、仲良くできる時もあるし、そういう時もある。で特に今この時期っていうのは八木田さんにとってはその信頼関係とか、本当にどれだけ相手のことを信じられますかとか、自分のことを許せますか、相手のことを許せますかっていう時だから、見えないものを信じるしかないんですよね。相手がどれだけ連絡をくれたとか、どれだけ時間を割いてくれたとかっていうことで証明しようとするというよりは、見えないけど信じる、自分がそのように信じるということで結果的にはそうなっていくよっていうメッセージがしたんです。なぜならばここでカップのクイーンというのが出ていて、カップのクイーンはとっても優しい感性を持っている、特別な感性を持っているカードなんですね。このカードで自分の心の中を満たしてくださいと。自分の心の中でそのイメージだったりとか、こうしたいな、ああしたいな、きっとこうだな、愛されてるなもそうだし、そういうふうに思ってくださいっていうふうに言われてます。相手がどれだけ愛を与えてくれたから自分が安心するとか、そういうことではなく、自分で自分の心を満たす、自分で信じる力を鍛えるみたいな、そうすることで本当にいい関係は続いていきますよというふうに言われてるなと思いました。そんな感じかな。いかがでしょうか。ちょっと人間関係全般見てみますね。これからね出会いがあるのかなとか、今の人間関係をねちょっと全般的に見てみますね。さっきお仕事のところで6割ぐらいでって言ったんですけど、仕事がね結構ね変わりやすい時なんですよ。新しい風が吹いてきやすい時だから、100発100中じゃなかったとしても、話来たけど流れていったとか、話来たけどまた違った、でもこれはいいねと思う、ピンとくるものは全然やってくださいね。でそれと同じように仕事とか何かでやっぱりこう巡ってる感じがすごくするので、そういう意味では人間関係は活性してるのかもしれませんね。ちょっと見てみます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。人間関係、この夏の人間関係です。死神、ペンタクスの4逆、ワンドのナイト、ソードの4、ソードの9逆、ワンドの2逆、ペンタクスの2ですね。はい、気をつけることや対策が、ワンドの9の逆とカップのクイーン、そしてオラクルは鳳凰です。なるほど。いいですね。ちょっとこれまでがいろんな人間関係がいいと言ってもですね、新旧交代で必要ない人は去っていくし、新しい人は出会っていくしっていう運勢だったので、何かもう手放したものがあるのかなって感じがします。でもこの手放したものっていうのは、何か自分が悪いことをして相手が去っていったっていうことではなくて、それぞれがそれぞれの道を進んでいくってなった時に、これからは違う道なのかなっていうことで、ただエンドにしただけなので、自分を責めることはしないでくださいね。ただそれは頭で分かっていても、なんとなくやっぱりこう人と離れていくとか違う道を行くっていうのは、もしかしたら気持ち的には少し塞ぎたくなるみたいなことかもしれないし、もう新しい人と関わるバイタリティがないみたいに思うかもしれないんですけど、必ずそのバイタリティというのは復活してきます。なぜならばやはりこの夏からサポートされてるからです。本当に誰にって分かんないです。それは見えないエネルギーにサポートされてるからなんですけど、
なぜそれが起きたのとか、なぜ人間関係に対してこんなに嫌な思いをするのって言った時に、本当に自分が関わりたい人はどういう人なのか、自分は人に対してどうありたいのかっていうことを学んでるわけですよね、今まさに。で、とっても気持ち的にやっぱり正直であろうとか、人に対しては親切でいようとか、やっぱり大事なものってここだよねみたいなね、こう流されてたけどこれだよねみたいなことをご自身は感じてると思うんですね。なのでそれを元に行くから、本当に信頼できる関係の人とはつながっていきます。とても信頼し合えてます。ただ誰かとの関係においてはもういいやみたいな感じでちょっとお互いにね納得しておいてるのかなって感じもしますし、それを相手が悪く捉えたんじゃないかなっていうふうに心配されるかもしれないけど、それは心配しなくても大丈夫です。本当にね、新旧交代なんですね。誰か、本当に断捨離と一緒で、いらないものを捨てたら新しいものが入ってくる。人間関係もそうです。これまでの自分にとっては本当に必要な人だったけど、これから先の人生には必要ではない。自分はもっと違う人との関わる流れなんだっていう時は、自然と離れていくものなんです。卒業していくんです、関係性って。で、その時に、どうしてもお互いが離れがたいってなった時に、何かの問題が起きて、これは離れるってことだなっていうことを教えてくれてるだけなんですね。必ず時が過ぎた時に、あの時本当にありがとうって思える関係性だったりとかするから、とにかく誰が正解かとか何が間違いかとかそういうことで人間関係を図るのではなく、ヤギ座さんはただ、自分がどういう人でありたいのか、どういう関係を持っていきたいかっていうことを、いろんな人との関係を通して学んだことを自分の中に収めていってください。そして、ここからまたね、2っていうカードが出てるんですね。2っていうのは陰陽なんですけど、ひっくり返ったり戻ったりみたいな感じなので、やっぱり関わっていこうかなとか、やっぱりまた何かでコラボしようかなとかね、そういう感じもあれば、やっぱりやめとこうみたいなのもあったりするみたいです。で、これってお仕事での関係でのつながりもあるかもしれないし、または仕事ではなく、全く普通のパートナーシップ、人間関係として、普通に遊びに行こうよとか、普通に飲みに行こうよみたいな、そういう仲間っていうものもあるのかなと思いました。そしてやっぱりまたここでも出てきました。さっき、恋愛運のとこでもね、出てきてた、このカップのクイーンのカードですけども、とても優しい繊細な、状況なんだと思います。これはでもね、いいことなんですよ。だって、心や見えないところを整える時だから、やっぱり何も絶好調とかだったら感じないわけですよ。ちょっとぐらいナイーブになってる時の方が人の優しさとか痛みとか、こういうことだったんだなっていうことがよくわかるから、それを学んでいる。なので、ご自身もあんまり、準備っていうのはできていないのかもしれないですね。いろんな意味で。もうちょっと整えたいんだと。何を整えたいのかなって感じはありますけれど、さっきの全体運のところでもね、焦らずに行こうみたいな感じがあったので。でもこういう時っていうのは心を静かに、本当に余計な情報をシャットアウトして、心を静かにしてると、自分がどっちに進むべきなのかとか、どうすべきなのかとか、あの人はどうしたらいいのかっていうのも分かってくるし、大きな意味ではそういうふうに導かれてるっていうのかな、どうしていくかっていうのは導かれてるので、なぜ棚上げにしていたことをきちんと整えたり、本当の信頼関係を結んでいく、誰かとの関係をもっと深くしていくような、時なんでしょうね。新しい人と出会おうと思ったら全然出会えますよ。でも今すぐっていうよりも、この夏を越えてからの方が良さそうですね、やっぱり。全然夏も全然いいんですよ。遊んでもらっていいけど、8月ってそんな感じ、それどころじゃないって感じがするので、超えて落ち着いてからの方がいいのかもしれませんね。はい。ということで、どうでしょうか？何か参考になりましたでしょうか？一つでもね、参考になったよという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後にもう一枚、ちょっとオラクルカードを引いてみますね。吉田さんのこの夏のメッセージ。これかな？どうですか？パーソナルガイドというカードが出てきました。やっぱりね、何かとっても応援されてると思いますよ。普段は会わないんだけど、遠くから応援してくれてる誰かがいるとか、
なんか例えばなんですけど、本当にレアなケースだと思いますけど、なんか生みの親と育ての親が違うとかなったら、生みの親とは会えてないけど、その親御さんはものすごくその子のことを本当は心配してるというか、本当は元気してるかなみたいな感じでこう愛を送ってるみたいな感じで、そういうどっかからともなくそういう応援が飛んでくるみたいな、そんな感じがしました。もしかしたらご先祖様かもしれませんしね。はい。ということで、ここまでにしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また、毎月のやつは出していきますが、ざっくりと3ヶ月何かお役に立てれば嬉しいです。ありがとうございます。失礼します。